ファミマ店ダンカンです。ファミマ店ムイツです。さあ今日は何ですか？今日はちょっといつもと趣向を変えてライドに僕らが行くときに持っていくカバンの中身をご紹介したいなと思います。そうですね。この前の松本さん、中谷さん、デジのキャンプライドのバッグの中身、あれもすごい面白かったなと思うのですが、僕ら基本普段ライド行くのって1日のそうですね、短いワンデイのライドなので、そこでこの2人が何を持ってっているのか、今日はご紹介できたらなと思います。テントとかは持ってかないですからね。そうね、バイクキャンプじゃないのでちょっと軽めな装備で行くっていうので、条件を想定しておさらいしましょう。そうですね、まずは目的地まで車で移動します。まずはブーストします。そうね、近場、時間が限られますからね。そうねもう走りたいルートの近くまで車で行って、美味しいとこだけちょっと走って帰ってくるようなライドを想定してて、まずライドの距離は50キロぐらい、ざっくり目的地に車を置くので、ぐるーっとループするようなになるんですが、往路行きはフルダートでしたね。フルダートです。で帰りは舗装路、補給ポイントは帰りにしかありません。なので行きはもうずっと、25キロぐらいのノンストップで、走るような感じです。でもしかしたら今日雨降るかもみたいな天気予報だったので、ちょっとその準備も含めてっていう感じですかね。秋ぐらい、秋前ぐらい、9月10月ぐらいでした。そう、10月まだ半袖短パンでも半袖短パンで行けたので、結構軽装備な想定なんですが、そんな内容で何を用意していったのかちょっとご紹介したいと思います。じゃあちょっと自転車1台ずつ見ていきましょう。いきます。じゃあ僕が乗っていったのは、毎回登場してますねこれ。そうですねもう僕たちがだいたいじゃあ自転車乗りに行こうって行くと、これとこれの組み合わせになります。そうね、最近はそう今回のライドが、グラベルライド、林道ですかね。ちょっとダートを走って、で帰りはオンロードでっていうのなので、機動力のある、このロスコのそうですねバイクで行きました。で荷物は大きいところだとこのフレームバッグ、フェアウェザーのフレームバッグですね、 X パックのやつが1個と、ここにサドルバッグ、シートバッグ、ILE の一番小ぶりのやつですかね。ダンカンさんは結構ずっとフレームバッグを使ってる印象がありますね。フレーム、結構すぐささっと開け閉めできて、中のもの取りやすくて、でこの縦長に荷物を配置できるので、出さないものは奥で、補給食とか真ん中で、手前に携帯財布とか、そんな感じで中の順番を組み立てられるので、好きっすね。じゃあ続いて私のバイクですね。これも何度も登場しているおなじみのバイクですが、あれホイール変えた？ホイール変えました。ちょっとね、これはもう動画上がってるのかな、これから上がるのかな、各種のバイクロアに行くタイミングで、レースつったら700C でしょってことで、700C にホイールを変えました。タイヤも細くて、ダンカンさんお気に入りのタイヤにこれね、使わせていただいて、本当はもうすぐタイヤ太いのに戻そうと思ったんですけど、もうちょっと練習したいなと思って、とりあえずこれでいきます。僕はダンカンさんよりも荷物は割と、バイクについてる荷物は少なめというか。そうね、ウエンツ車体は軽装備そうですねだよね。これまずフレームバッグは僕もフレームサイズ的にあんま使えない、ボトルがどっちもほぼ使えなくなっちゃうから、フレームバッグっていう選択肢はあんまないかなって感じで、ハンドルバッグを使ってたタイミングもあるんですけど、最近はもうサドルバッグに必要なものを全部ムギュッと押し込める感じで、なんでその代わりというか、ダンカンさんのサドルバッグよりはちょっと大きめのやつをつけてるって感じですかね。あとウィンドジャケット、もうほんとそれくらいです。割と僕は軽装で行くのが好きって感じですかね。じゃあそれ以外の身の回りの品は今回のライドはジャージを着ていったんで、ジャージのポケットに入れたり、普段着 T シャツ短パンで乗りに行くっていう時は僕は結構ウエストバッグを使ったりするって感じですね。じゃあちょっと中身を詳しく見ていきましょうか。いきましょう。じゃあ今カバンを
外しましたね。それ外したので、はい、中身を見ていきましょうか。いきましょう。じゃあまずダンカンさんから。ここ共通してサドルバッグ。ああ、そうですね。感じですかね。シートのレールにつけるタイプ。はい。それはどこのやつですか？ここはインサイドラインエクイプメント。ちゃんと言えないやん。エクイプメント。エクイプメント。はい。ILE ですね。ILE のシートバッグ。はい。一番ちっちゃくてこのバックルでサドルレールにつけて、で中身はマジックテープの口がついてるタイプです。僕はあれですね。もう売ってないのかいや、上馬店には在庫がありますね。スイフトインダストリーズのモットツールロールでしたっけ？僕はツールロールの、このロールタイプのサドルバッグの、単純に見た目が好きなのでそれに入れてます。ツールロールっていうのはこう開くとパカッとでポケットがいっぱいついていて、それをこう畳んでロールだからね。ロールなんで収納するタイプで、はい、バイクへの取り付け方はダンカンさんと一緒ですね。バックルでカチッとサドルレールにカチッとするタイプですね。じゃあ中身を見ていきましょうか。僕はじゃあまずはこれみんな持っていくかな。替えのチューブ持ってますね。替えのチューブラップにくるんでね。そう、この梱包用のラップにぎゅうぎゅうにくるんで、でこれがいっぱいサイズ違いで家にあって分かんなくならないようにちゃんとメモしてえらい、ちゃんとサイズも合ってるわ今。もう35、43中古って書いてある。2832フツって書いてある。フツしか持ってねえのよ。そうチューブはあります。でこれ工具はこれトピークのラチェットロケットの中身だけ、なんかケースがついてたりタイヤレバーがついてたりとかするんですけども、ただ中身だけこのラチェットがついてて、でピットでそれみんな使いやすいって言いますよね。これ使いやすいんだよね。でちっちゃいしチェーンカッターここについてる、でラチェットでこう大体どんなところでも回せて力かけやすいっていうのがあるからこれ使ってます。これも同じくトピークの工具で、これはミニ18プラスって書いてありますね。18プラス、いわゆるマルチツール、これ多分この折りたたみの、そうですね、マルチツール、多分これ中学生ぐらいの時に買ったのいまだに使ってる、結構もうズタボロなんですけど、これもチェーンカッターついてます。さっき言いましたけど、ミキはダートで全然何もない山の中をひたすら走るので、万が一何かあった時にそうですね、意外とチェーンカッターね、やつ使ったことないっていうか、出先でチェーン切れたトラブルは僕まだあったことないですけど、持っとくと安心。最悪ディレイラーがもげたとしてもシングルにして帰ってこれる、つなぎ合わせてっていうのがチェーンカッターついてるとできたりするので、それは僕らが走り行くところは本当に何もないところ行くので、そうですね、今回は特に補給がないっていうのは、いわゆるもうコンビニも自販機もないようなところに行くっていうイメージなので、一切降りてこないライドだったので、でコンビニがあったところで、シマノの11速チェーンは売ってないので、こういうのがあると、もしそういう調整とか、交換対処ができる方だったら持っとくと、そうですね、とっても、いいと思います。で、そしたら、パンクした時、さっきのチューブに通じますけど、僕もウエンツもチューブレスだったので、僕はシーラント持ってってます。偉い。このタイヤをざっくりカットしちゃうようなパンクだとチューブ入れて対処しますけど、ちっちゃい穴とかだと、こいつで塞がる可能性もあるので、一応予備のシーラント、そんなに幅取んないので、僕はシーラントは持ってきてないですね。もう諦めてチューブを入れて、あれパッチは持ってます？パッチも持ってます。切れちゃうようなパンクだったら、まずこのタイヤブート一緒だ。タイヤブート貼って中チューブ入れちゃって、で万が一もう一回パンクしたらやばいからパッチをこれはね本当そうですね、チューブレスでシーラントとかで塞がっちゃえばいいですけど、チューブがパンクしちゃった時とかにはタイヤが切れちゃったとかだと、これあったらお守りみたいなもんで、ね、いやそうですね。で特にこの場所も取らないので、持っとく、とりあえずパンク修理も僕まだ私できませんって人でも、持っとけば
誰かが助けてくれる可能性がすごい高い。そうですね。とりあえず替えのチューブとパッチとかブートとかは、とりあえず持っといてもいいアイテムかもしれない。そんな場所も取らないし、あとはタイヤレバータイヤレバーありますよ。タイヤレバー俺は1本だけ。1本派だ。1本派。もうここは極力少なく。僕はレザインのこの2本まとまるやつ。これ意外と幅取らないので使いやすい。使いやすい。使ったことない。ない出先で使ったことはないんですけど、一応持ってます。これなんかそのカッコつけて1本派だみたいな言いましたけど、これグラインデューロ出た時に1本もらったから1本入ってるだけです。いやでもね、最近のチューブレスが1本で外れない時とかが確かにタイヤ硬いとあるので、一応2本僕は持ってってます。小ぶりのやつですね。基本的には荷物をやっぱコンパクトにしたいっていうのが前提にあるので、基本こういうライドでも持っていくものは割と必要最低限の量だったり、ものを選ぶっていうのが多いですかね。でここはウエンツと違うから、僕はポンプ持ってってないです。CO2 のインフレーター。それはどういうものですか？これはあれですね、こいつが CO2 のボンベになってて、このインフレーターの先っちょをバルブのところにつけてカチッてやるとプシュッと一気に空気を放出するタイプ。ポンピングが必要ない。なんか僕も前それ使ってたんですけど、なんで使わなくなったのかな。なんかもう毎回そのポンプを買ったり、ゴミがその出先で見たりするのがちょっと面倒くさいなと思って、僕はもう手押しのポンプだけ。これもトピークですね。トピークは個人的にとっても好きです。本当は一番好きなのはフレームポンプ、ここに這わせられるやつが好きなんですけど、アルミでパイプが太いのと僕のフレームサイズがちっちゃい関係で、フレームポンプが一番ちっちゃいサイズの収まらなかったんですよね。なんで非常に残念だったんですが、もっとコンパクトなやつをサドルバッグに一緒にくくってるって感じ。もうこれ1回使っちゃうとやっぱこのポンピングの大変さがあるので、そうね、そのゴミになっちゃったりとか、この持ってくボンベの数しか使えなかったりっていうのはあるんですけど、2本予備入れとけばなんとかなるっしょ。じゃない限りは。であとは一緒に行く人が手押しのポンプ持ってるだろうなっていうので僕はこれです。で逆にパンクした時にじゃあ1本これあげるよっつって一瞬で直してすぐリスタートできたりもするので、最近はこれかな。長距離のレースとかだとすごいいいかもしれないですね。それこそシクロクロスグラベルだと今日本あんまないですけど、マウンテンバイクのそれこそ100キロ走るとかレース、長いレースとかだと素早く修理できるっていうのは非常にメリットかもしれないですね。本当にそのちっちゃい穴でシラント入れて直っちゃう時とかだったら、シラント入れてボンベで一気に空気入れれば本当すぐリスタート、ホイール外さずできる。確かにそうですね。じゃあね、バルブコア抜くやつがここについてるわ。そうですね。これないとシーラント入れられないので、そうですね、このバルブキャップになっててチューブレスのコア外せる、バルブキャップ付き細かい。これめちゃくちゃ時間かかりますもんね、やっぱ手押しポンプは。ポンピングはね大変ね、時間と体力をとっても奪われる。僕これで空っぽです。よく収まってます。俺じゃああと何入ってる？あとまだ結構入ってるわ。なんだこれ。ライターですね。これは大丈夫かな。これはタバコ吸うときに出先でライターのガス切れると結構テンション下がるので、予備のライターが入ってます。それ以外にも喫煙者ならではの持ち物ですね。で基本的にもうこれは偶然ですがオレンジで統一されているというカバンのオレンジでもそれ以外にも結構使えます。仮に山の中で遭難した、山の中で遭難したりとか、あとは火もライターで撃退できたりとか、意外と火はあると便利、あとはこれですね。一応今回は車なので、あんまり使う機会はなかったですけど、一応予備でそのディスクブレーキ、僕のバイク油圧ブレーキなので、ダミーローターというか車輪を外した時にディスクブレーキのキャリパーに収めておくものと、あと鍵ですね。一応これはもうライドだからっていうよりかはずっとこのサドルバッグに入ってます。ちっちゃい鍵。あとは万能ナイフ。タイヤブート、特に
グラベルバイクだとそんなに太いタイヤじゃなかったりするので、このブート1枚、大きすぎたりするんで、それをカットしたりとかまあなんだろうな、怪我した時にね異物を取り除いたりとか、まあ、結構ナイフもいろいろ使えたり、あと線抜きと工具もついてるやつ、そこはキャンプの知識と経験とがそうウエンツは、あるので、まあ、何かしらあったとしても生き延びられるサバイバル道具として入れてるって感じですかね。そうですね。まあそんなことないんですけどね、車で行けるで、まあね、ちょっと頑張って日帰りで帰ってこれるようなとこだったらめったにそんなことはないですが、一応、まあ、基本的にじゃあこっちは工具類ですね。で僕はさらにフレームバッグ、一応さっきその雨降るっつってたんで、一番奥の方にレインジャケット、もう薄くて防水性でちっちゃくなるやつですね。これをぎゅうぎゅうに折りたたんで一番奥に入れております。僕は雨降るっていうのを忘れてたので、単純にあの時はもうリングテールウィンドジャケットを持って行きましたが、雨でピタピタになりました俺も結局これ使わなかった、着なかった。そうですよね。そんなになんか大丈夫な土砂降りではなかった。そう、うっすら霧雨的な、がこいつが奥に入ってます。であとグローブ、あ、そうだ、グローブも持ってってたわ。持ってく忘れちゃったんですけど、まあちょこっとオンロードでとかコンビニ寄ったりとかで、まあ、外してポンって入れとけたりとか、まあ、ライド中はつけてましたかね、ダート特に。まさに前回そのライド行った時僕ね、下りで転んでグローブズタボロになったんで、あ、マジでグローブしててよかったって思いましたでグローブ、あと財布、とこの中にそうですね GoPro のバッテリーを入れてたりとか、財布も本当必要最低限ですかね。お札1枚2枚と身分証とクレジットカードと、最近コンビニ携帯あればそうですね払えちゃうので、なかなか現金をライドで持ち歩く機会はあんまり、ど田舎行くとそう電子マネー使えないとかが、ねあったりするんで、まあ必要最低限なのを、まあ、いつも使ってるお財布からちょっと移して防水性ある財布に入れてます。フレームバッグ、こっちは大きな密室になっているので今入れてた大きい荷物を入れていますが、逆側はこのマチがない薄いピタッとしたポッケになっているので、そっちに携帯入れてます。ガタガタ暴れないようにって感じですね。ケースはお揃いですからね。で、まあ、僕は携帯、財布、あとはなんとかは、まあ、もうジャージ着てたらジャージのポケットに入れちゃうので、まあ、バッグは使ってないって感じですかね。でジャージを着ないライドの時、例えば輪行でじゃあ行こうってなったら、多分今回の装備にそれぞれ2人とも輪行バッグがプラスされてると思うんですけど、まあじゃあやっぱジャージで電車に乗るのちょっと恥ずかしい時もあるので、まあそういう時は T シャツ短パン、まあちょっと普段着に近いような格好で乗る時は、まあ、僕結構ウエストバッグを使うことが多くて、ウエストバッグに輪行バッグ、まあ、携帯、財布と、まあ、補給食みたいな感じで増やすことが多いですかね。俺はでもそう基本的に体に何もつけたくないなのでバッグを増やしていろいろ入れていくって感じ、そうですね。僕は割と携帯、財布とか、まあ、すぐに取り出したいものは身につけておかないと結構忘れ物しちゃいがちなので、なんでバイクにつける荷物はちょっと少ないにして、大事なものは身につけときたいタイプかもしれないですね。これもまあどっちが自分に合ってるかっていうのはちょっとそれぞれ皆さん判断してもらって、そうですね、ワンデーだとやっぱ荷物は少なくしようとしますね。極力もう心配性だからね、あれ持ってこうこれ持ってこうってなっちゃうんだけど、なるべく排除して軽くできるようにって感じですかね。特にまあこういうバイクでグラベルライドってなると走りに集中したかったり、極力ストレスなくライドしたいなって思うと荷物は少なめだったりとか、重量が増えちゃうのと、なんかすごいガシャガシャ暴れちゃったりもあるので、まあ、その辺はそうですね、2人ともそういう意識で荷物をチョイスしてるって感じですかね。ですね。これがまあじゃあ2人のワンデイのライド、これ結構いろいろ話せそう。いろいろかなりね、他そうさっきの輪行バッグ持ってくるとかいろいろ条件が違うとまた荷物とかも変わってくるんですけど、まあなんかそうやって選ぶの楽しいよね。楽しいですね。2人でこうやって並べただけで全然カバン種類違うし、持ち物違うし、まあその自分に合ったそうですね荷物を見つけるとライドが快適になるし、
そうやって自分でこうやって持ってった方が調子いいな、はい、かっこいい、単純にこういうバッグの付け方、バイクやっぱかっこいいなっていうのが、を考えてるのも楽しいですから。そうね、だからみんなカミューマ特にだけどバッグ超持ってるよね。めっちゃバッグ持ってますね。俺なんてこれ色違いで2個持ってる俺も今回はこのフレームバッグだけどGoPro をハンドルにつけて撮影を公開してたので、これだけど GoPro なければでもフロントバッグつけたりとかもするし、その辺も臨機応変にこうできるようにカバンは何個もみんな多分持ってます。そうですね、なんでじゃあ次はどうしましょうか。キャンプでも行きますか、また2人で。そうね、ちょっとじゃあ松本さんたちが結構こうがっつりなキャンプだったから、ウルトラライトなキャンプをこういう車種で行けたらみたいな、できたら面白いかも。しかも冬だからね、やりましょうよ。真冬の極寒キャンプやりましょう。じゃあちょっとそんなライドも計画しつつ、またね、もし行ったら荷物のご紹介とかできるかなと思います。やりたいと思います。じゃあそんな感じで今日もありがとうございました。ありがとうございます。